やっほー、ケンタです。ドラゴン桜最終回放送記念、僕の受験時の思い出をお話しします。東大ケンタチャンネル。本日、日曜劇場ドラゴン桜の最終回が放送されますね。前回の放送では、共通テストが終わり、点数が公表されました。これから二次試験に向けて、1ヶ月間、ラストスパートをかけていくことでしょう。果たして全員合格できるのか非常に楽しみです。なんなら学園売却の話も並行して進んでいて、そちらの方がラストのインパクトは大きかった気がしますが、まあそれは置いといて、この動画ではこれにちなんで僕の二次試験までのラスト1ヶ月間の思い出を話してみようと思います。ドラマの様子と実際の東大合格体験記を比べることで、より東大受験のリアルが伝わるかと思います。ドラマの方と比較しながらぜひ見てみてください。僕は2回東大受験を経験しています。高校3年生の現役の時は惜しくも不合格となってしまい、翌年自宅浪人を経てもう一度東大を受験しました。2回の東大受験を経て無事合格することができました。この動画ではその2回目の東大受験、浪人した年のお話をしようと思います。僕は拓郎した時にはこのように毎日手帳をつけていました。その日に勉強したことや感じたこと、思ったこと、セルフマネジメントをこの手帳一冊で行っていました。この手帳を振り返りながら当時のことを思い出していこうと思います。では当時に振り返っていきます。僕の時は共通テストではなくセンター試験でした。当時は1月17、18がセンター試験。浪人ということで近くの会場ではなく2、30キロ離れた遠くの会場で飛ばされてしまったことを覚えています。センター試験終了後自己採点をし、851点という点数を確認しました。855点を目標にしていたので、惜しくも目標には届かなかったのですが、まあ十分な点数が取れているなぁと安心したのを覚えています。その後は東大の過去問を解く毎日でした。この時期は毎日10時間以上は当たり前のように勉強していますね。センター試験まではセンター試験の勉強を中心にやっていたのですが、センター試験が終わった後は二次試験の対策のみ張り切って頑張っていました。この時は東大の過去問を過去から遡ってやっていたようですね。センター試験の約1ヶ月後に大学の前期日程の出願が始まります。僕は余裕があれば理科3類を受験したいと考えていたのですが、まあやっぱり僕の実力では到底及ばないなぁと改めて判断したので、理科2類に出願をこの時点で決めました。日本には六曜って言って縁起のいい日があると思うんですが、まあそれにあやかって多くの受験生が大安の日に願書を提出することが多いようです。その大安の翌日には出願者が一気に増えるので、そのあたりを見て出願先を決めることも大事だと思います。2月の初めには河合塾の東大本番プレテストを受けました。これも東大模試の一つで、センター試験後、共通テスト後から二次試験までに行われる模試は、おそらくこの河合塾の東大本番プレテストが唯一かと思います。多くの東大受験生がこのプレテストを経て自分の今の実力を確認し、二次試験に向けてラストスパートをしていくことだと思います。2月に入ってからも僕は東大の過去問を解き続けていました。午前中に数学と国語、午後になって物理、科学、英語の順番で毎日4教科5科目を解いていました。もちろん過去問を解いたら復習することも大切なんですが、僕は現役の時にも同じ過去問を解いていたので、それほど復習には時間をかけていませんでした。どんどん新しい問題を解くことで自分の勘を養っていくということに時間を費やしていました。2月の中旬に入っても東大の過去問を毎日10時間以上解く日々は続きます。二次試験の1週間前ぐらいになると東大の過去問も解く問題が尽きてきたので、模試の過去問に取り組むようになりました。駿大や河合塾といった大手の予備校が実施している東大模試は、この時期に東大の過去問の代わりとして自分の実力を試すのにも使えます。模試の過去問も冊子として売られているので、余力がある人はそういうものに取り組んでみるのもいいかと思います。それほど高いお金をかけずに東大の模試がどのようなものかを知るという目的でも使えると思います。
そしていよいよ前期試験。建物は現役の時と同じ工学部3号館でした。僕は理科に類を受けました。受験者の名前のあいうえお順に教室とか座席が決められていて、毎年名前の順に受験番号が決められているのでしょうか。僕は2年連続で同じ教室で受験をしました。受験の時って独特な緊張感がありますよね。周りが自分より頭がよく見えて、自分に自信がなくなっていくっていう人も多いかと思います。特に現役の時は僕はそういう感情が強かったのですが、浪人した2回目の受験では自分が今までやってきたという自信があったので、自分はこの中の人に負けないぞ、受験の会場の雰囲気に飲み込まれることなく、自分の実力を発揮することだけに集中して受験をしました。東大は受験科目が4つあります。他の大学だと受験科目が少ない場合は、1つの科目で失敗してしまうと挽回するのは難しいかもしれませんが、東大の場合は4教科5科目とチャンスが多いので、勉強は大変ですが、その分1つの科目で失敗しても、他の科目で挽回することは十分にできます。数点の中に多くの受験生が締め切られることになるので、たとえ1日目で失敗したとしても、2日目で諦めないということが大事になります。そのように自分の実力を発揮するということに特化した練習を二次試験の1ヶ月前には僕は集中して行っていました。ほぼ同じような時間帯に過去問を解く。より本番に近い環境で練習をすることが本番で緊張しないための重要な施策だと思います。そして無事受験を終えました。受験を終えた直後では僕の合格可能性は 70% ぐらいかなと思っていました。大きく失敗したわけではないけれど、絶対に受かっているみたいな強い自信があるわけでもなく、多分大丈夫だけどどうだろう心配だなみたいな曖昧なモヤモヤした感情が続いていました。その時は2チャンネルの掲示板で他の受験生のコメントとかを毎日チェックしていたのを覚えています。やっぱりどうしても他の人のコメントって気になりますよね。普段は掲示板なんて見ない僕ですが、その時だけは毎日掲示板にかじりついていたのを覚えています。そして運命の合格発表。僕の時は東大に合格者が張り出されるということはなく、インターネットのみでの発表だったので、家でその合格発表の瞬間を待っていました。例年3月10日の正午に発表だと思うのですが、僕はその日起きてからずっと落ち着きがなく、受かっているか、大丈夫かとずっと心配しながら、入る気持ちを抑えられずに家の中を歩き回っていました。だいたい正午の数分前ぐらいに発表されることが多いので、午前11時50分ぐらいからずっと更新ボタンを連打していたような気がします。そして急にパッと画面が切り替わって、カレーごとの合格者のリンクが表示されます。僕は震える手でその理科2類のボタンを押しました。そうして自分の受験番号を探したとき、ふと自分の受験番号を見つけたのです。その途端、僕は安堵の気持ちが湧き上がって、涙がこぼれ落ちてきました。嬉しいというよりは、良かった、安心したという安堵の気持ちがすごく大きかったです。もし落ちていたらどうしようという不安から解放されて、一気に自分の肩の荷が下りたような気がします。あの感情は今でも忘れられません。この一瞬のために僕は何年も頑張ってきたんだなと、改めて自分の努力が実った嬉しさをかみしめておりました。今日放送される予定のドラゴン桜でどこまで合格発表の瞬間がリアルに映し出されるかわかりませんが、あの合格の嬉しさは実際に合格したものでないとわからないものだなと思います。東大健太チャンネル、いかがでしたでしょうか。今回は東大受験のラスト1ヶ月の僕のリアルをお伝えしました。特に東大に限らず大学合格を目指している皆さんは、ぜひドラゴン桜のいいところも参考にしながら、自分にとってベストな勉強法を取り入れて、あと半年ちょっと頑張ってください。きっと素敵な未来がつかめると思います。大学受験をしない皆さんも、ぜひ自分の他の目標に向かって勉強を頑張っている受験生に負けないように、自分を高めていきましょう。ドラゴン桜については以前別に考察動画を上げているので、そちらもぜひご覧ください。この動画が良かったと思いましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
概要欄にブログ、Twitter、Facebook ページ、Instagram もありますので、そちらもよろしくお願いします。